理想のゲームを作ってみたけどお金にならない、ゲームを出してお金が入ってくるということは、お金を払ってでも遊びたいと認められたっていう証拠でもあるんですよね。独立したての方とかに多いんですけども、いやそんなはずはない、いいゲームを作れば世の中認めてくれるはずだと、僕はできる、なぜなら僕だからっていう人って結構多いんですよね。こんにちは、スクールの加藤です。日本とベトナムでゲームの会社を経営しておりまして、ゲームの専門家として活動しております。よろしくお願いいたします。今回はですね、ゲームの開発者さんからよく聞かれる質問で、好きなゲームを作るべきか、儲かるゲームを作るべきかという問題について少し考えているところをお話ししてみたいと思います。先に申し上げておきますと、これって本当に難しい問題で、事業として自分のやりたいことをやっていくのか、あるいはちゃんと売り上げが上がる方向でやっていくのかっていうことをきちんと考えて事業を運営できているかと聞かれると、なかなか難しいんですよね。なので、この動画で偉そうに喋ってるお前はできてるのかと聞かれると、僕もちょっと悩みながらやってますという状況ではありますので、その前提で聞いていただければと思います。僕はですね、ゲームの開発者さんから質問を多くいただくんですけれども、その質問の多くはいろいろと突き詰めていくと、最終的には売り上げを上げたい、儲けたいですっていうことに集約されることも多いんですよね。ゲームを出した上であまり売れてないとか売り上げが立ってないから困ってますという方が増えてくるなっていう、そういう状況もあります。僕の周りにいる方だとですね、そのゲームを出しているわけなので、そうすると悩みっていうのはいくつかにやっぱり集約されてきて、一番大きいのはお金の問題、これがやっぱり一番大きいんですよね。で、皆様よく悩んでらっしゃるのが、自分が理想とするゲームを作りたい、せっかく独立をして個人でゲームの開発をしています、少人数でインディーゲーム開発をしていますという時に、作りたいゲーム像っていうのがやっぱりあるんですよね。でもお金も必要っていうところで、理想のゲームを作ってみたけどお金にならないっていうところで悩んでいらっしゃったりとか、それでも理想のゲームを追求するべきなのか、やっぱりお金を求めて売り上げの上がるゲームを作っていくべきなのかっていうところで悩みが発生するわけですよね。人って不思議なものでですね、どうもギリギリを攻めてしまう傾向にあるんですね。私もそうなんですけれども、金銭的に許される範囲でやりたいことを、好みを取りに行ってしまうんですよ。好きなゲーム、いいゲームを作れば、事業で言えば好きなことをやっていれば売り上げが上がるっていうのは、これはマジでないんですよね。本当に商売そんなに甘くないというか、もう甘くないというよりは、基本としていいことをやってれば売れるというよりは、お金を払っていいと思っているから売れるわけですよね。なので、好きなゲームを作れば事業として成り立つっていうのは、これは本当にありません。でもこれって説明をしてもですね、あんまり受け入れられないことも多くて、結局金かよみたいな感じに捉えられることって多いんですよね。で、これは僕の言い方が悪いのかもしれないですし、その人のなんていうか強いこだわりだったりとか、正義がどこにあるかっていうことにもよると思うんですけれども、ゲームクリエイターさんは、お金のことをまず考えたくないですっていう方がちょっと多いような気がします。で、これはですね、他に例えば収入があって、で趣味でゲームを作っていますという方だったらそれでいいと思うんですね。そういう方に関してはお金のことは心配せずに、存分に好きなゲームを作っていただいて、自分の理想とするゲームを作っていただいても、たとえ何年かかってもいいですし、お金に困ることがないので、自分の思いがこもったゲームを作って世に出す、これが第一ですから、それでいいんですけれども、本職として、ゲームを作って世の中に出して、それを職業としてやっていく、それで食っていくっていう方はですね、好き嫌いによらず、まずお金が必要になるわけですよね。生きていくためにお金が必要なんですね。なので先にお金です。もう結局お金というよりは最初から最後までお金です。お金が入ってきて、そこが成り立ってから初めて独自性とか、理想のゲームとか、そういう勝負の場に立てるわけですよね。で、お金が入ってこないと、まずその生活が成り立たないので、そういった勝負とか、思いを込めたゲームとかいう資格そのものがなくなってしまうので、まずは、お金ですよっていうのが一つですね。あともう一つは、そのお金が入ってくるゲームを作る、お金が入ってくる構造でゲームを出すということを、割と日本のゲーム開発者さんは嫌がる傾向にあるんですけれども、これってそのお金に主戦度のような考え方をしないといけないのかとか、社会に媚びていかないといけないのかとか、そういったところにちょっと抵抗を感じる方が多いんですが、必ずしもそういうことではなくて、ゲームを出してお金が入ってくるということは、お金を払ってでも遊びたいと認められたっていう証拠でもあるんですよね。
なので良いゲームを出してできちんと正当な対価をいただいて収入が入ってきて生活が成り立って次のゲームを作れるっていうだからこそそこを目指すべきなんですよね。ちょっと難しいのはですね、たまに天才っているんですよ。これ例外なんですけど、この例外が判断を鈍らせたりとか、その我々の判断をちょっと間違えさせたりするんですけれども、で天才っていうのはもうそういうことを考えなくてよくて、やりたいようにやれば成果が出るんですよね。ただ多くの人は天才ではないので、もうほとんどの人は天才ではないんですよね。なのでちゃんと、まずお金のことを考えて社会に受け入れられて社会がお金を出してもいいと思うようなものを作って世に出すっていうところをきちんと考えてやっていかないといけないんですね。ただこれはですね、独立したての方とかに多いんですけども、いやそんなはずはない。いいゲームを作れば世の中認めてくれるはずだと。僕はできる。なぜなら僕だからっていう人って結構多いんですよね。このなんていうかマインドは必ずしも悪いことじゃなくて、そういったこの自信とか勢いっていうのは絶対に新しいことをやるときに必要なんですけれども、じゃあだからといって世の中の趣味思考とか世の中が持っている価値観を無視して何かを作って世の中に出して成功するかっていうとなかなかそういうことはなくて、ゲームであればこういった自信を持ちながら同時に社会が受け入れてくれる社会にとって良いゲームっていうのを出していかないといけないんですよね。多くの人は地道な努力と試行錯誤の積み重ねで社会のことをよく調べて、失敗をしたり改良したりっていう中で徐々に生活が安定して、ファンも増えてきて、その過程で作家性が育ったりとかゲームであれば開発力が身についていって戦う力がついてくるわけですよね。この過程からは逃げられないんですよ、ほとんどの人は。そこから逃げている人っていうのは、これちょっと強い言葉かもしれませんけれども、大したものは作れないんですよね。で人より多少才能があったとしても、そういう人って初期に尖ったものを作れたりするんですよ。なのでそうなるとちょっと勘違いをしたりして、自分は才能があるから、どんどん自分の好きなものを出していけばいいんだということになるわけですけれども、何か壁に当たった時に世の中が自分のゲームを理解してくれないとか、これは運が悪いだけだとか、そういう考え方に陥りがちなんですよね。でそうなってくるとやっぱり継続的に社会に対して、努力をして、ゲームを出しているという状態から少し離れてしまうので、作家性という意味でも少し曇ってきますし、人間性としても例えばその社会が良くないんだとか、世の中批判的なことに考え方がなってしまうと人間性としても良くないことになってくる傾向があるんですよね。で残念ながらそういう風になってしまった人って結構いまして、でそういう人って応援されにくいですよね。応援されないインディーゲームクリエイターってもう結構厳しいと思いますよね。面白いゲームがたくさんある中でその人のゲームを遊ぶ理由っていうのがユーザーには必要になる。でその選ぶ理由の中にその人そのものを応援してます、その人が好きですとかたくさんの人に応援されてるっていうのはインディーゲームクリエイターにとってはめちゃくちゃでかいアドバンテージだと思うんですよね。でそれがなぜ応援されるかっていうと、地道に努力をしている姿勢だったりとか、その世の中の批判をせずに謙虚に自分の作品を受け止めて次はもっといいものを作ろうっていうそういうマインドであったりとか、そういったものがやっぱり世の中に応援されて、頑張ってくださいと応援したいという気持ちを育むわけなんですよね。いいゲームが作れるようになってファンが増えてきて、で金銭的に生活が安定してくる、この状態がやっぱりスタートラインなんですよ。でそこからようやく少し変化させて独自性を出していってみようかとかっていう勝負ができるわけですよね。そこにたどり着くスピードは人それぞれなので、あんまり気にしなくていいんじゃないかなと思います。そこにたどり着いていないから作家としてゲームクリエイターとしてダメだということでも全然ないので、やっぱりお金っていうのはそれで生活をしていこうと思っている限り切り離せないものだと思うんですよ。で生活が安定するところまでいかないとなかなか思うような創作活動っていうのは難しいと思うんですよね。好きなゲームを作るべきか売れるゲームを作るべきかっていう質問に対しては、私は儲かるゲームをまず作るべきかなと思っています。
最初に申し上げたようにこれなかなか難しい問題で、私自身もできているかっていうとなかなかそうもいかないし、やっぱりとはいえ、こういうふうにやってみたいなっていうことをどうしてもやってしまうんですよね。でその中で、悩みながらいいゲーム作れるようになっていくんだと思いますので、皆さん頑張りましょう。私も日々頑張っております。何か困りの方がいらっしゃれば X のダイレクトメールとか Discord とか、その他いろいろなところコメントでも結構ですし、ご質問受け付けておりますので、いつでも何でもご相談いただければと思います。このチャンネルではゲーム開発者の皆様の役に立つ情報を発信してまいります。もしよろしければ動画の高評価とチャンネルのフォローをよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。